今日は随分攻めた動画だな。関羽ファンから苦情が来るんじゃないか。お怒りは覚悟でやるぜ。今回は関羽を強烈にディスる。熱烈な関羽ファンの方は不快になると思うので見ないでほしい。三国志の最大のヒーローの一人で、今や全世界に数多くの鑑定病が作られているほどの中華民族の英雄をディスるとは随分な暴徒だな。関羽は後世にかなり美化されている。そこでここでは史実の観点から関羽の実像を探り、我々が関羽に対して抱くイメージとの差異を示していきたい。それじゃあ早速行ってみようか。周知の通り、関羽は劉備の旗揚げの時からの部下で実質ナンバー2だった。その武勇は改めて語るまでもない。諸葛亮ですら関羽の前では若造であり、関羽に対して気を使う立場だった。馬長が劉備に降伏してきた時、関羽は諸葛亮に手紙を書き、馬長の人物、才能は誰と匹敵するかと尋ねた。馬長は曹操と長らく戦い、その武勇は有名だったけど、関羽は直接馬長と顔なじみではなかったから気になったのか。というより、馬長と自分とどっちが上かを知りたかったんだろう。諸葛亮は関羽の意図を汲み取ってこう答えた。王騎は運武を兼ね備え、武勇は人並み外れ、一代の傑物で英夫や宝越の仲間です。敵徳と並ぶ存在でしょう。しかし秀殿の比類なき傑出ぶりには及びません。馬長のレベルを重比、古代では英夫や宝越と同じだと答えて、関羽はさらにその上だと持ち上げたんだね。そんな武将は歴史上何人もいないよね。項羽や関心ぐらいか。そうだろう。関羽は諸葛亮のこの返答に総合を崩して喜び、手紙を賓客に見せびらかしたという。諸葛亮も関羽のプライドの高い性格がよく分かっていたんだろう。その翌年、孫権と劉備は慶州の各郡の帰属問題について協定し講和を結んだ。この背景には慶州領有をめぐる複雑な経緯があるのだが、今回のテーマから外れるのでここでは触れない。ここでは孫権と劉備の和平協定が成立したところから話を始めよう。劉備は生徒に根拠を置き、慶州の統治を関羽に任せたんだね。この頃、曹操は長路を下して漢中を攻め取り、一方で長江沿岸まで遠征していた。こうした中、劉備も孫権も曹操の脅威を受け、互いが手を結んで曹操に対抗する必要性を強く感じていた。こではろしく、蜀では諸葛亮を中心に5色の協力路線を築いていたんだな。子と直接国境を接しているのは慶州にいる関羽だったんだ。そこで孫権は関羽との関係をより良好なものとしようと、関羽のもとに使者を送り、自分の息子と関羽の娘の縁談を持ちかけた。しかし関羽はその使者を怒鳴りつけて侮辱を与え、婚姻を許さなかった。三国演義にもあったな。関羽が虎の娘が犬の息子に嫁ぐものかと罵倒して拒絶したんだろ。これを聞いて孫権は激怒した。この件は御と蜀の関係が悪化する一因になったんだ。当たり前だな。しかし蜀にとって呉との協力は国策であり、慶州を任されている関羽は公然呉との協調を第一に考えるべきだった。関羽が孫権からのせっかくの縁談をこのように拒絶したと聞いて、劉備や諸葛亮はどう思っただろうか。諸葛亮だったらなんてとんでもないことをしてくれたんだって思うだろうな。それにこれは他国の君主からの縁談だ。受けるにしても断るにしても、まずは主君である劉備にお伺いを立てるべきだろう。関羽はそれすらしなかったのだから、主君をないがしろにしていると劉備に思われても不思議はないな。この一件だけでも関羽にいかに外交センスがなく、孫権との外交の窓口として不適格か、その上いかに臣下としてあるまじき態度をとっているかは明白だろう。まあ普通だったら鋼鉄者だよな。しかしそうはならなかった。関羽の劉備政権での立場が上すぎて、関羽に物申すことができる人は劉備しかいなかったんだ。当時の諸葛亮なんて政権内では関羽よりは全然格下だからな。縁談を断っただけじゃない。関羽とその部下は本県との国境付近で数多くの勝手な振る舞いを繰り返し、孫権はますます関羽に対して怒りを強めた。そしてこの頃、孫権陣営では劉備との和平論者だった呂宿が死去し、呂蒙が後を継いだ。呂蒙は孫権に関羽の危険性を説き、いずれ関羽と戦火を交えることを前提に対策を考えるように進め、孫権もその考えに全面的に同意したんだ。おやおや、せっかくの五色同盟が関羽のせいでほころび出しちゃったね。劉備、孫権、諸葛亮、呂宿たちのこれまでの外交努力を関羽が一人でぶち壊した感じだな。それから2年後、劉備は甲中の大活躍もあって帝軍山で花公園を破り、これが決定打となって見事に漢中を攻め落とした。漢中は400年前に漢の建国の祖劉邦が最初に王に報じられ、漢という国名の由来ともなっている皇室ゆかりの地だね。劉備にとり、漢中は覇職を防衛するために地理的に極めて重要な拠点だった。また
この地を入手して漢王を名乗るのは彼が目指す漢の皇帝の座を手に入れる前段階として念願のステップだった。劉備はこの重要な戦争で最大の功績を挙げた甲冑を関羽長飛馬長と同列の将軍に任命しようとしたんだ。前将軍が関羽、武将軍が張飛、左将軍が馬長、五将軍が甲冑ね。しかしこの人事をめぐって諸葛亮が異論を唱えた。なんで反対したの？諸葛亮は慶州の関羽がこの甲冑と同列の人事をおとなしく受けないんじゃないかと懸念を述べたんだ。しかし劉備はわしが自分で彼に説明しようと言ってこの人事を決定した。自分で説明？劉備が自ら慶州まで行ったの？それとも関羽を呼び寄せたの？いや、そこまではしなかった。緋子という人物を使者として関羽のもとに派遣した。おそらく劉備が関羽宛ての手紙の中で甲冑の功績を説明したんだろう。それで関羽はおとなしく人事を受けたのか？ダメだった。関羽は激怒して大丈夫たる者が老兵なんかとは絶対に同列になるもんかと言ってどうしても前将軍の任命を排除しようとしなかった。ほう、主君の任命を拒絶するとはなかなか厄介なことをするね。それで緋子はおとなしく引き下がったの？緋子は言った。関王派一時の功績によって甲冑を高い身分にされましたが、しかし心の中の評価がどうしてあなた様と同等のはずがあるでしょうか。その上、関王とあなた様は一つの体のようなもので、災いも福も共にされる間柄です。官職や俸禄の高い低いを気にされるのはよろしくないと思います。私は一介の使者に過ぎず、あなた様がどうしてもお受けにならないというのであれば、このまま帰るだけですが、それで本当にいいんですか？うまくいったね。そこまで言われて関羽もようやく任命を受けたそうだ。じゃあまあ一段落か。そうじゃない。関羽は心の中では全然納得していなかったんだ。そこでその直後、関羽はとんでもないことを始める。劉備から前将軍に任命された直後、関羽は慶州の軍隊に動員をかけた。北の藩を守る義の大将宗人を攻撃するというのだ。これは劉備の命令によるものなの？劉備がこの出兵を命令したという史書の記載がどこにもないんだ。諸説あるが、これは前後の経緯から総合的に考えて関羽の独断による軍事行動だと思う。関羽は劉備の命令がなくても軍事行動を起こしてよかったの？関羽はこの直前、劉備から前将軍に任命された時に宣断権を示すシンボルである節と英閲を授けられている。しかしこれは軍事行動の際に命令に反した部下を独断で処刑してよいという意味の宣断権であり、決して独断で軍事行動を発動してよいというものではない。じゃあダメじゃん。なんで関羽はこんな行動に踏み切ったんだろう？功名心ゆえの行動だろうな。関羽は自分を最高の武将だと思っていたし、周りもそう評価していた。しかし慶州を任されてから曹操から一寸の土地を攻め取ったわけでもなく、その間に馬長や甲冑などに並ばれてしまった。そうこうするうちに60歳近くになり、このままでは後世に残る武勲を挙げることもなく自分の人生が終わってしまう、こう思ったんじゃないか。はあ、関羽は蜀の攻略戦にも漢中の攻略戦にも参加してないしな。思うに甲冑と同列扱いされたことがよほどショックだったんだろう。そこで史書に残るような格々たる武勲を挙げて俺の素晴らしさを天下に知らしめてやると思ったんじゃないか。しかしいくら関羽とはいえ蜀の家臣の一人に過ぎないわけだから、こういう勝手な行動は困るよな。ここまで関羽を見てきてどう思う？組織の一員としては随分身勝手が過ぎるだろう。結構ひどいな。劉備がもし関羽より先に死んでいたとしたら、関羽はおとなしく劉禅の命令を聞いていたかどうかも怪しいな。そうだろう。諸葛亮あたりは絶対に懸念していたはずだぜ。関羽をこのままのさばらせておいては後々必ず害になるってな。次回は関羽のこの軍事行動がどういう結末を招いたかを扱うぜ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回。